こんにちは。今回はガンダムバルバトスルプスレクスのフレームに塗装をしていきたいと思います。ガンダムフレームは外装を取り付けるとあまり見えなくなってしまう部分ですが、手を抜かずしっかり隅々まで塗装していきたいと思います。まずは黒鉄色を胴体部分に塗装していきます。この色は細かいことを気にしないでペタペタと塗装していきましょう。この色は隠蔽力が非常に高いので、数回塗料を塗り重ねるだけで綺麗な塗膜になってくれると思います。そうそう、黒色はパーツの隅々まで塗り忘れがないように塗装しましょう。続いてシルバーの塗装を行います。この色を胴体部分の塗り分ける箇所の下地として塗装します。後で他の色をシルバーの上に塗り重ねるので、シルバーはそこまでしっかり塗装しなくても良い感じです。黒鉄色が透けていても全然 OK です。続いて金色の塗装を行います。金色は黒の上からでもしっかり発色するので、シルバーの下地を塗らずに黒の上から直接塗装してみました。銀の上に金を塗っても良いのですが、個人的にものすごく見づらく、どこまで金色を塗ったか確認しづらいので、黒の上に金を塗るのが好きです。さて、この金色はそこまで隠蔽力が強くないので、綺麗に塗り切るにはある程度塗料を重ねる回数が多くなりますが、辛抱強く塗装を繰り返しましょう。続いて銅色を塗装します。この色は先ほどシルバーを塗った部分に重ねて塗装します。シルバーを下地に塗っているので、数回塗り重ねると綺麗な銅色になってくれると思います。フレーム部分は黒と銀と金だけでも格好良くなりますが、銅を入れることによって情報量が増え、ガンダムフレームがより格好良くなると思います。まあ、見えなくなるんですけどね。続いてへこみモールドに銀色を塗装します。この塗装は下地塗装になります。銀の上に緑を塗り重ねていきます。黒の上に直接緑を塗っても暗くて全然緑が見えないので、暗い色の上に同じような暗い色を塗り重ねる場合は、必ず下地に明るい色を塗ってから塗装しましょう。続いて脚部の塗装を行います。はじめにパーツ全体を黒鉄色で塗りつぶします。外装を取り付けるジョイント部分や、外装を取り付けた際に見えなくなる部分は、適当に色をつけるか塗らないまま置いておきましょう。奥まった部分まで筆で塗るのは大変ですからね。続いてシルバーをパイプのモールドに塗装していきます。この銀色の塗装は下地塗装なので、割と適当で OK。 フレーム部分にはみ出ないようにだけ注意しましょう。続いてシルバーの上に赤色を塗り重ねていきます。
黒の上から赤を塗っても鮮やかな赤にならないので、シルバーの下地が必須な塗装ですね。そうそう、私は黒でパーツを塗りつぶしているのでシルバーの下地が必要なだけで、黒を塗る段階でパイプの部分だけ避けて塗装をすればシルバーで下地を作る必要はありません。赤を塗り終わったのでパイプに墨入れをしていきます。パイプのパーツは割と深い線が入っているので、パーツを撫でるように墨入れをすると一瞬で作業が終わりますね。塗料が乾燥したら溶剤を含ませた綿棒で余分な塗料を拭き取ります。これで脚部の塗装は終了です。最後にハンドパーツの塗装を行います。はじめに黒鉄色を使用して爪以外の場所を黒で塗りつぶします。この作業はこれまでと同じですね。黒の塗装が終わったら金色で爪を塗装していきます。この爪の塗装ですが、指と指の間が思ったよりも狭く、奥の方まで筆が届きづらいので隅々までしっかりチェックしながら塗装していきましょう。余計な改造をした結果塗装が大変になっているんですけどね。続いて指の関節部分を銅色で塗装します。細かい部分ですが、このような部分まで塗装をして情報量を増やすことで完成時のクオリティが結構良くなると思います。最後にはみ出てしまった部分をリタッチして塗装作業を終わりにしたいと思います。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もバルバトスルクスレクスの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?